手できる？はい、お手。あ、お手。おー、すごい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 。早速ちょっとこんな感じですごい根っこです。自分たちで手作りで家を作るって聞いたときに、私がまず思ったのは、そんなことできるわけないでしたね。建築の経験も何もないど素人の私たちが家一軒を手作りで作るなんて絶対できっこないって思いました。何かの資格はいらないのか、素人が家を設計して大丈夫なのか、素人が作って壊れたりしないかっていろんなハテナマークが頭の中を飛び交いました。それでもやっぱりエディさんがやるんだったら、他の人がそれは無理だって言っても、私が一番の理解者になってあげたいと思ったし、家を自分で作るなんてめったに経験できることじゃないと思ったので、興味本位でも私も体験してみたいなと思って、私もお手伝いしようって決めました。紙に鉛筆で設計図を描いてから建築士さんに相談に行った時に、無謀な挑戦だって言われたんです。でも無理な理由を考えるより、どうすればできるのかっていうことを考えていきたいと思ってました。水盛りをやって水平を取っていきたいと思います。これ止まった水。このバケツと同じ高さってことだ。今日は地面が低いっていうのを考慮しながら基礎を作るための穴を掘っていきたいと思います。基礎を作る前の穴を掘るときに、最初は2人で張り切ってスコップで掘るぞって言ってたんですけど、掘り始めてからほんの小1時間で、これは手で掘るのは無理だっていうのが分かったんですね。現場の近所に住んでいる元大工さんから、何か必要なことがあれば声かけてねって言ってもらってたので、ヘルプをお願いしてユンボで掘ってもらったんです。周りの人の助けが本当にありがたかったですし、強い意志を持って何かをやるぞって思ったら、いろんな人に助けられながらだんだん道が開けていくんだなっていうことを初めて体験して、すごい勇気づけられました。この時ぐらいからど素人の私たちでも家一軒建てることができるかもしれないなって少しずつ実感し始めました。だいぶ最初のコンクリート基礎を作るときは本当に大変でした。コンクリートはすごく重いし、鉄筋は何百本も同じものを切らないといけなかったですし、それにこの時は自分がしている作業が一体何のための作業なのかっていうのが全くわからないで作業していたので、正直ただ単に罰ゲームをやらされているのかっていう感じでした。この時は一日作業が終わったらクタクタになってました。アンカーボルトってコンクリートと土台の木材をつなげるための部品なんですけど、それをつける作業をした日の帰りの車の中で、エディさんがアンカーボルトはもっと高くつけないといけなかったかもしれないと思うんだけど、どう思うって聞いてきたので、私はそんなこと私に聞いてもわからないからプロに聞けばって言っちゃったんです。そしたらエディさんはすごく怒って大喧嘩になったんですね。その時エディさんが言ったのは、どうやって作っていくのか、2人でああでもないこうでもないって議論していくのが DIY の楽しみなんだから、何かがわからないからって毎回いきなりプロに聞くんじゃ、2人で協力して家づくりをしている意味がないっていうことだったんですね。それを聞いて私は、あ、エディさんは私を必要としてくれてるんだって初めて知ったんです。大喧嘩だったんだけど、この家づくりプロジェクトは私の協力がないと出来上がらないし、私の意見が重要なんだなって思えたのはすごく嬉しかったですね。後々トイレットペーパーホルダーなんかも自分たちで作っちゃうよって話をしたら、ロミーがそんなの自分たちで作れるはずないじゃないって言うんですよ。家一軒を作ろうとしてるのに
トイレットペーパーホルダーを作れないことはないと思うよって言いました。ロミーには今自分たちがやっていることはものすごいことなんだっていう自信を持ってほしいと思ったし、何よりせっかく DIY をやっているんだから自分たちで何かを手作りするっていうのを楽しんでほしいなって思いました。エディさんが私の意見を求めていることは分かったのは嬉しいんだけど、そうすると今度はどうすれば力になれるんだろうって思いました。何かをうまく作るにはどうすればいいのか、 DIY の動画ばっかり見て勉強するようになりました。漏れちゃいました。基礎なので幹になるところなんでね、これでいいやっていうふうには思えない、こう疑問に思ったところに関しては、とことん話をして解決できるものに関しては解決をしていかないと後で後悔しちゃうかなと思うので、そこはやっぱり3ヶ月かかってもいいんじゃないかなっていうふうに一番思ってます。うわー、すごいね。でもね、やっぱり防湿シートを敷いて、メッシュを敷いて、スペーサーを敷いて、それから一部鉄筋を入れました。じゃあ入れていきます。カビ取り職人っていうカビ取り剤が置いてありました。あ、いいね。ここは違う。12フィート。12フィート。せーのでよいしょ。せい。
いいよ、はい、ゆっくり。オッケーオッケー。オッケー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 。よいしょ。離すよ。あーねー。落っこちゃう。滑る。滑る。あ、来た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 。あ、来た。よし。オッケー。足もかじかんじゃって感覚がない。オッケー。取れた。階段までついてます。怖い。どう？中でとりあえてか私は思うに、いい感じじゃない？こうと。でここは 2x4。2x6。ここは 2x6 か。たるきね。でここが 2x4、うん。 2x6。うん。でこの屋根のこの上はこれが 4x4 4x4 か。うんで 4x4 はじゃあここに3本乗るってことそう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 。ここが2本、1個2本、そう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 。 3本。いくよ。いくで。いくよ。引っ張るよ。押さないで。うん。えい。よし。よし。あ、来た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 。オッケー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 。はい、せーの。うい。上がる？オッケー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 。よし。
ついに屋根の骨組みができました。へいへい。えい。えい。よいしょ。いくよ。はい、すいません。はい、ありがとう。はい。お、これ以上行かないのか、こっちは。うんうん、下は？下行かない？出っ張っちゃった。よし。終わった。オッケー。どうかな。全部確認しながら横に流れてきてる。足りんのかこれ全部。まあ、あそこにも入ってるし、これにも。足りないんだよね。なんとか晴れました。見えますかね。アスファルトルーフィング。昨晩は初めて家の中で泊まってみました。できた。多分監修しないかな。あ、来た。あ、いいね。クイーン。クイーンとね。なんで？これをここにはめて、うん。これをここにはめてなんだよ。こう。ほら、長いのなんかビューって感じ。よいしょ。ああ、来た。はい。では最後の1枚本体貼ります。キシラデコールエクステリアという防風防カビ防虫塗料になります。あ、いいね。合うじゃん、合うじゃん。まあまあ濃いんだね。うん。よし、入りました。
いいね、本当に。いいじゃん来て。見てきた。手伝いに来た。ほら。危ない危ない。グイーン。すごい。DIY のことを知れば知るほどこれまでいろいろな失敗をしてきたなーっていうのが分かってきちゃったんです。特にサッシ周りの防水とか全然してないですし、床下の塚とかもしっかり固定できてないかもしれないですし、だから知れば知るほどこの家ってところどころすぐに腐ってダメになっちゃうんじゃないかっていう心配も出てきて、逆に悩みが増えてしまいました。よいしょ。よし。これ半分隠せば家の完成した姿がちょっと分かりますね。屋根材の SS ルーフの作業をした時に高ナッチさんのチャンネルを見て参考にしたんですね。その後縁あって高ナッチさんとコラボ動画をやったんですね。高ナッチさんはすごい DIY の勉強もしてるし、几帳面に何でも綺麗に作るんですけど、そんな高ナッチさんがその時言っていた言葉で DIY は失敗も楽しみのうちだからっていうのがすごく印象に残りました。あ、DIY って完璧じゃなくていいんだ。失敗してもいいんだ。っていう考え方に初めて出会って、それからすごく肩の荷が下りて気持ちが楽になりました。これからは失敗してもいいから DIY を楽しもうって思えるようになりました。セルフビルドやってみたいなって思ってる方っていると思うんですけど、そういう方のために私たちみたいなど素人がしっかり最後までやり遂げないとって思います。私たちの家はプロの方が作るものに比べたら全然作りも甘いし、いろんな失敗もしてるし、たくさん悩んできましたけど、それでもなんとか形になったってなれば、あの素人の2人ができたなら自分もできるかなって少しでも皆さんの勇気になったらいいなと思います。では最後の2枚入れていきます。できましたよ、のみさん。はい、それちょっと見に行きましょう。すごーい。いい。
人だけ見るとさ、もう、立ちました、みたいなそうだね。感じ。以前は、無理とか、できないっていうのが口癖だったんですけど、もうそれは言わないようにしています。家づくりは絶対に無理だって思ってたのに、目の前に自分の手で作った家が建ってしまっているので、どんなに難しそうなことでも絶対にできないことはないって今は思います。